2025年9月、韓国ソウル市内の大学病院で、一人の男性が静かに息を引き取った。その瞬間を、担当看護師は今も忘れられないと語る。男性の名前はキム・ジョンホ。享年57歳、末期膵臓がんと診断されたのは、それより347日前のことだった。残された時間は、最大で3ヶ月です。担当医がそう告げたとき、キムさんは静かにうなずいたという。しかし彼は、その宣告を静かに裏切り続けた。3ヶ月が過ぎた。6ヶ月が過ぎた。そして1年近くが過ぎた。医療スタッフの誰もが、彼の生命力に言葉を失っていた。そして2026年4月、宣告からちょうど347日目の夜、病室の空気が突然変わった。深い昏睡状態に入っていたキムさんが、ゆっくりと目を開けた。担当看護師が異変に気づいたのは、午前2時を過ぎた頃だった。モニターのアラームが鳴ったのではない。なぜか、無性に病室が気になったのだという。扉を開けると、キムさんは天井の一点を見つめていた。痩せ細った右手を、ゆっくりと、何かに向かって伸ばしながら、そして口元に、はっきりとした微笑みを浮かべていた。あそこ、本当に美しい。か細い声でそうつぶやいた後、キムさんは静かに目を閉じた。それが、彼の最後の言葉となった。死後、家族が受け取った医療記録には、驚くべき数値が記されていた。その夜の脳波が、健康な成人の通常値を大きく上回っていたのだ。なぜ昏睡状態の人間の脳が、死の直前に活性化したのか。彼は一体、何を見たのか。この謎を解くには、347日前、彼が最初に癌の宣告を受けた、あの日まで遡る必要がある。死の直前、人は何を見るのか。医療の世界には、長い間語られてきた現象がある。それは、臨死体験、と呼ばれるものだ。暗闇の中に、突然、光が現れる。細い光の筋が、やがて大きく広がっていく。そしてその光の向こうに、長いトンネルが見える。これは、世界中の臨死体験者が共通して語る光景だ。国籍も、宗教も、年齢も関係ない。アメリカでも、日本でも、ヨーロッパでも、同じ描写が繰り返されてきた。トンネルの先には、必ずと言っていいほど、誰かが待っている。先に行った家族、幼い頃に別れた親、あるいは、かつて深く愛した人、この男性の場合も、そうだったのかもしれない。昏睡状態から目覚めた瞬間、彼は誰かに向かって手を伸ばした。その表情は、穏やかで、そして確かに、嬉しそうだった。あそこが本当に美しい。その言葉は、苦しみの中から生まれたものではなかった。むしろ、何か懐かしいものと再会した時に漏れる。安堵の声に近かった。緩和ケアの現場では、こうした現象に名前がついている。臨死的明晰、あるいは、末期の覚醒、と呼ばれるものだ。意識を失っていた人が、死の直前に突然、正気を取り戻す。家族の名前を呼ぶ。笑顔を見せる。そして、静かに行く。医学はまだ、この現象を完全には説明できていない。脳波の数値が示したのは、確かに異常な活動だった。しかし、その活動が何を意味するのか、答えは出ていない。ここで、一つの問いが浮かぶ。死の瞬間に人が見るものは、単なる幻覚なのか、それとも、本当に、境界の向こうを、垣間見ているのか。次のパートでは、この、境界線、そのものに迫っていく。境界、それは、生と死の間にある。見えない一線だ。誰もがいつか、その場所に立つ。しかし、そこから戻ってきた人間は、ほとんどいない。臨死体験の研究が世界各地で進んでいる。その報告の中に、驚くべき共通点がある。光に向かって進んでいった。懐かしい人たちが待っていた。引き返すよう、声をかけられた。これらは、文化も言語も異なる人々が、それぞれ独立して語った言葉だ。一人の証言ではない。何千人もの証言が、同じ方向を指し示している。では、境界の向こうで、人は何を決断するのか。医療の現場では、こんな言葉が語り継がれている。行く人は、自分のタイミングを知っている。家族が病室を離れた瞬間に息を引き取る患者。愛する人が到着するのを、ギリギリまで待ってゆく患者。偶然とは、あまりにも重なりすぎる。57歳の男性も、そうだったのかもしれない。347日という時間は、
彼自身が選び取った時間だったのかもしれない。そして最後の夜、昏睡状態の深い闇の中から彼は目を覚ました。誰かに向かって手を伸ばし、微笑んだ。あそこは本当に美しい、とつぶやいた。それは恐怖の言葉ではなかった。苦しみの言葉でもなかった。まるで長い旅の末に故郷にたどり着いた人間の言葉のようだった。教会の向こうに何かがある。その確信を彼は顔全体で表現していた。そして今、もう一つの問いが浮かぶ。境界を越えた瞬間、人の意識には何が映るのか。走馬灯と呼ばれるその現象は、本当に過去の記憶の再生に過ぎないのか。次は、その確信に迫る。その夜から、家族の何かが変わった。田中さんが息を引き取った翌朝、長男の誠は、父の部屋に一人でしばらく座っていた。何も言わず、ただじっと窓の外を見ていた。後日、誠はこう語っている。父が行く前の晩、あの笑顔を見てしまったんです。怖くなかった。むしろ、何か温かいものが胸に広がって、死ぬって、こういうことなのかって、それまで死を極端に恐れていた誠が、葬儀の場で取り乱すことは一度もなかった。参列者の多くが驚いたという。妻の久子さんにも変化があった。夫を347日間、傍らで支え続けた彼女は、介護を終えた喪失感で塞ぎ込むと思われていた。しかし現実は逆だった。主人が最後に見せてくれたものが、答えだったんだと思います。あの笑顔の意味を、私なりにずっと考えています。久子さんは今、終末期医療に携わるボランティア活動を始めている。夫の主治医だった先生から声をかけられたことがきっかけだったという。担当医師もまた、変わった一人だ。20年以上のキャリアを持つその医師は、田中さんの脳波記録を今も手元に置いている。臨床的に説明のできない数値、昏睡状態で記録された、覚醒時を超える脳の活動。医師として、これをどう解釈するべきか、正直、今もわかりません。でも、なかったことにはできない。人は、死の間際に何かを見るのか、そして、その、何か、は科学で証明できるのか。次は、この問いに真正面から向き合った研究者たちの話をする。科学と霊性。この二つは、長い間、対立するものとして語られてきた。しかし、田中さんの最後の夜に記録されたデータは、その対立に、ある亀裂を入れた。昏睡状態にある人間の脳が、なぜ覚醒時を超える活動を見せるのか。これは、単なる偶然で片付けられる話ではない。実は、こうした現象を正面から研究してきた科学者たちがいる。アメリカのミシガン大学が2013年に発表した研究では、心停止直後のラットの脳に、高度な意識活動を示すガンマ波の急激な上昇が確認された。研究チームは、これを、死に際の脳の覚醒、と呼んだ。そして2025年、同様の傾向が人間でも観測されたという報告が、複数の医療機関から相次いで発表されている。臨死体験を研究するオランダの心臓専門医キム・ファン・ロンメルは、こう述べている。意識は、脳という器官が生み出すものではなく、脳はただそれを受け取るアンテナに過ぎないのかもしれない。と、科学は今、この問いに、かつてないほど真剣に向き合い始めている。田中さんが、ここは本当に美しい、とつぶやいたとき、彼の脳は確かに何かを受け取っていた。それが幻覚なのか、あるいは別の何かなのか、答えはまだ出ていない。だが、一つだけ確かなことがある。彼は、恐怖の顔ではなく、穏やかな笑顔で、その場所へと向かっていった。そして彼が最後に見たものは、残された家族へ、ある伝言を残していた。田中さんは、行く前夜、こう言い残した。怖くない。ここは、本当に美しいところだ。と、その言葉は、347日間、病と向き合い続けた男が、最後の瞬間に手にした答えだった。科学はまだ、全てを説明できない。脳波の数値も、あの笑顔も、誰かに手を伸ばしたあの動作も。けれど、一つだけ言えることがある。彼は、恐怖の中ではいかなかった。残された家族は今も、あの夜のことを語る。お父さんは、向こう側で、誰かに迎えられていたのだと思う。と、死とは、終わりなのか、それとも、別の場所への、出発なのか。あなたは、どう思うだろうか。今日も生きているあなたに、田中さんの最後の笑顔を、
そっと届けたい。生きることは美しい。そして、その先もまた美しいのかもしれない。